説明の時に気合い、度合い、間合いが揃った時に何かが起こる。次元を超えて一つなるものが全ての生命に働きかけて、子たるあなたが核として存在していることに気づき、また全ての計らいが味方をしていることに気づく。タイミングはあらゆる時に現れる。そしてそれは皆さんを真実へと導いていくものですっていうのをいただきました。インスピレーションを。で、私の中のちょいとそれを今朝読んで、なるほど、気止まってそんなもんなのかいっていうことが分かったんですけれども、分かったっていうか、そういうものかっていうのを読んだんですけど、そこでちょっと私の自我の分離なんだと思うけど、ちょっと疑問、ちょっとわからないので詳しく教えてください。大いなるすべてのものの次元を超えて一つなるもののところの生命が私たち一人一人に働きかける。気止まが揃った時、じゃあでもその一人一人がその生命の源とつながる時、この間先生からこの気止まを教えていただいたんだけれども、その生命の源のつながる場所というのが、お一人お一人違うんですっていうことで教えていただきました。で、実際に私がその生命の源を感じた時と、の生命の源と感じた時、そして生命の源と感じた時に何か違うというか、それぞれがそれぞれの生命の源みたいな感じだったので、それについて、それって一つなる、でもなんか今なんとなく感じて分かってるの、一つなるもの、それをちょっと言葉で、感覚でなんかちょっと感じてます。それを言葉で、説明こう話が分かりやすく、みんながその自分の生命の源とつながりやせるようなガイダンスみたいのがあったら、その形がないものだということは分かってるんですけども、アドバイスサポートをお願いしたいと私は思います。よろしいでしょうか。一緒によろしいですか。了解です。ありがとうございます。はい、あなたたちはますます命そのものを自分たちの勉強という中に入ってきたと思います。あなたたちが何を知りたいのかということは、私たちの中であなたたちが求めるものに答えることを、そして質問に対してあなたたちが求めたものを与えるということは、これは宇宙の法則で必ずあなたたちだけではなく、全ての方皆さんが自分が求めたものは必ず与えられることができます。そしてその与えられるというのはどういうことなのでしょうか。自分の中の自分が求めたもの、自分が信じたものが現れるという形で現れてきます。あなたが今求めている一つなるものの中につながっていて、そしてその中につながるんだけれども、一人一人が違う。それはなぜかということ、あなたはそれを今感じています。そう、あなたたちの経験において、あなたたちがどのような人生を歩んできたかにおいて、ちょっとずつそれは、感覚が違うというのがまず一つの言い方。そしてその人がイメージしているものというものの捉え方が違うというのが第二点。そしてもう一つ、あなたたちがどうやって自分が生きてきたのかということの想念によって感覚、自分が作り上げたものを感じてしまうので、一人一人違うというのはまずそこから捉えていきながら、一つなるものに必ず到達します。つまりあなたたちの過程ですね。人生において自分を探求するときにいろいろな経験をして一つなるものに帰っていきます。つまりこの世に生まれて生きて、そして自分が持ち帰るのはただの経験だけなんですね。で、経験だけのところに一つの中に帰っていき、そして一つのものとしてそれは経験したという中のフィールドができます。そうするとその中でやり残したことや何かがありますね。そうするとまた経験してみたいことができたりしますね。それもやり残したこともそうです。思いとかもそう。もう一回やってみたい、もう一回挑戦してみたいという、そのフィールドがその一つなるものの中にあるんですね。でも次元を超えてと先ほど説明がありました。次元を超えた場合、その自分たちの帰った一つなるものの上の次元は一つだから、そこが命そのもののものを私たちに供給するというか、つながりがあるんです。でもその前段階として、あなたたちが真実である
ると思っていた経験を持って命を持って帰った場所というのが作られたところがあります。そこは一つの魂の経験として、貯蓄されたというか残っているエネルギーの場所なんです。そこを介して自分が今つながっていくと、その一人一人の経験が違うので、命の源は同じなんだけれども、その経験を通してそれを感じているというだけで、もともとは何もないものなんですね。あなたたち分かってると思う。何もないものからあなたたちが発症してるんですから、突き抜けてその上を行った時には何もないところからの命の供給になっているんです。ただそのところを通して、命の供給からそこを通してくる、もしくは自分の輪廻の中の経験が自分の命だと信じている人はそこで止まってしまうんですね。だからその状態というのがそれ以上先に行かない。つまりがその超えたところがわからないから、なんとなくわかるけどわからないって言ったのはそこなんです。自分の命の物事、つまり自分の主体と客体、これはこの間ご説明したと思うので、自分が客体でその主体から受けるとき、その主体という認識の仕方がさんは輪廻のフィールドの中の自分の命の見えない存在の命の供給と思うから、いまいちそのピンとこない。でもあなたたちは感覚的に命の主体、自分の元と思った時に先にスッとそこに入れました。さんが最初命の供給といった時にちょっと違ってましたね。今命の供給の源とつながる時の感覚と最初の時とどうですか？最初ってちょっといつだかちょっと分かんない。最初だからちょっと宇宙人みたいなポケットしてるという昔のそう、それがつまり自分の輪廻の中のあなたが命だと思っていてつながってた場所なんです。つまり過去世からの延長の命の供給なんですね。でもその超えたところ、つまり元のところと今は全然違うと思うんです。それがストレートにまっすぐ入ってきてるんです。そうするとこう時間が止まって、今この時から瞬間だから、そうすると何も考えることがなく、ただの主婦に満たされるというものが起こったわけです。これが気動間が揃ったら起こるということなんですね。それは常に起こるんです。でも心とか感情とかそういうものにおいてずれたりもするけれども、一回それを知ったら必ずそこに戻ることができるということで、私たちが伝えたいのはそこがどこにあるのかというのが、そこのトリックがどこにあるのか、輪廻転生してそこのフィールドがある、そのフィールドからいくらあなたたちを知ろうと思ってみても、これは自我の世界から見ている大いなる自己と大いなる自我の世界から物事を反映してみた場合、その大いなる自己というものは見えない、隠されて、つまり月食とか日食とかありますね。二つのものが重なって合わさった時には見えてこない。でもそれがエネルギーが流れている時に見えたりする。つまりこれはエネルギーの循環や流れやタイミングというのが常に移り変わって起こってるわけです。だからある時にははっきりとその離れてる自分を感じてみたり、ある時はなんかそれがくっついてる自分を感じてみたり、これは常に動いております。だからその時が揃った時というに、それが何かが起こるというのは、何かが揃った時、今その循環があって、その循環の中の自分が知りたい自分が揃った時にそれがふわっとこう感じられる、それがつながった状態、一つになった状態ということがこれからどんどんエネルギーが高いので起こってくると思います。そしてよくだからあなたを何かにつなげますっていう人がいますね。これはその人の作った世界観の中の輪廻の中の自我の中のつながりだから、その人そのものではないから、その人もその人そのものではないとことつながっているから、なんかちょっと違和感があったりとかするというのはそれだけで、それが悪いわけではありません。その人がそれを真実だと思った世界を真実にしてしまうから、真理だと思ったことが真理だから、ただそれだけですっていうことなんですね。この説明の言葉で分かりますか？つまり幾重にも自分の行くこの段階というじゃない、段階とか階級とか、そういうものではないんですけども、だからの人たちが
なぜ自分たちの生まれたところを受け入れて生きていくのかというところにつながるんですね。自分が一番下のところに生まれた時にはそういうものだからと受けていくから、その人たちは不幸なのではなく、それを全部受け入れざるを得ない状態に自分を生まれて、それを経験して全てを許し受け入れた状態で自分が次のステップに上がって生まれ変わっていく。つまりというのはある意味肉体を持ちながらその次元レベルを経験し、体がありますからね。そしてその夢の中の苦しみの中を経験する。だけれどもそれを超えたところにいて、その階級を経験している場合は、それは全くの苦痛ではなく、あるがままの自分、真実の自分を受け入れるという、ある意味自分の魂の鍛錬になっているのです。だから悪いことは起きていないということをここでお伝えすることができます。自分が何のためにここにいるのかというのは、命そのものを生きるため、それだけです。命はお金であり全てであり、命を知ることにより全てがわかる。命がわかればお金もわかる。お金がわかれば命もわかる。どこから入っても命はわかる。つまり自分が何者かという命の勉強をしていく、そんなところの段階に今この地球というものは入っています。いいですか。ここでもう一つお伝えしたいことがあります。宇宙の中でこの人が勉強しました中に、いろんな宇宙のテクノロジーの進化発展したものたちとを感じた時、この人がなんか魂レベルは進化しているとは思えないとこの人は感じました。まさしくそうなんです。テクノロジーは分離とか、そしてあるものを創造して作り出す新たな挑戦ではあるけれども、それは自分探求ではなく、常に忙しくいろんなものの新しいものを発見したり、新しい科学を進化発展していくという未来世に行く人たちと、そうではなく本来の自分の中の自分の命そのものを全て受け入れて生きていくという生き方を想像している皆さん、この大きく分けて2通りだと思ってください。全部が全部ではありません。そしてそれをより強く感じている者たちは、今この状態をその分からずに見ているその真ん中の人たちは非常に分からないんですね。あやふやというか、何が何だか分からない。まず自分自身が分からないからということなんですね。まず自分がどちらを選択するのか、科学の発展で面白くってテクノロジーでそれこそ一つなる地球を作っていきたいという想像でワクワクする人たちもいます。それはそっちに行くでしょ。いや、そんなことじゃなくてっていう人たちの方が逆に、例えば今回のいろんな騒ぎもそうですけれども、支配とかそういうところに逆にあえて身を置いて自分を全て受け入れて生きていくという体制を整えて、自分を知りながら次の魂レベルに上がっていくという経験をなさる。それにはとても今いい状態にあるんですよということ。気道魔、つまり本来の自分の命の源のソースにつながっているところの場所というのが、最初につながったところと本当のところと、その段階を突き抜けていける人と突き抜けられない人と、それは様々です。でも大いなる全ての一部というところを理解することによって、それは安易に超えることができます。つまり超えるものの先に何があるかということは何もないんですけれども、まずそれを知ることによって安心して飛び越えることができるでしょ。それは支えですね。何もない漠然としたものじゃなく、何かここは大丈夫なんだよっていうことが言えて、それが伝わる、その波動が伝わることによって、いろんな方たちがそうかという形でやってみようという方もいます。やめようという方はやめます。これはもうそんなことはどうでもいいんです。あなたたちがどうしたいのかということ、そして求め続けて、そしてこうやって対話ができることを感謝いたします。ありがとうございました。よろしいですか。ありがとうございます。